崩壊スターレール基礎知識読み PV の厚さ解説編。こんにちは、コバトーンです。バージョン 2.1 めっちゃいいですね。めっちゃいい。とにかく読みが最高、アベンチュリンも最高。本当にそれしか言えないで、今回は前回投稿でもお伝えした通り、バージョン 2.1 が公開される直前に出た読み PV について解説します。崩壊サードをやっていた人からすると激アツな話になっているんですが、未プレイの人にはさっぱりでしたよね。なのですぐに解説しようとも思ったんですが、ホヨバを信じて一旦解説しないことにしたんですよ。というのも、ホヨバ自身が過去作品を知らなくても単体で楽しめるゲームにするって言ってくれてますからね。あと、ホヨバってめちゃくちゃ提供順を考えてくれているんです。例えばバージョンアップ直前に PV を出してファンのテンションを上げてきたり、定期的に予告番組を入れてワクワク感を底上げしてくれたりしますよね。コンテンツはコース料理みたいなものです。シェフがこの順番、このタイミングで食べたら一番美味しいだろうと考えて提供してくれているので、僕たちはそれに全力で乗っかるのがいいと僕は考えているんです。というわけで、僕からの余計な情報なしでまずはバージョン 2.1 を体験してほしかったので解説を保留しました。どうでしたか？きっと楽しめたと思います。その上で今日はさらに読み PV で崩壊サードプレイヤーたちが何に騒いでいたのかを解説していきますね。解説範囲について。解説をするのでそれなりのネタバレをします。ただ極力必要な箇所に抑えようと思います。というのも、僕のチャンネルを見ていただいている方には僕の動画から興味を持って崩壊サードを始めてみたって人が結構いるんですよ。なので同じようにこの動画を見て崩壊サードを始める人もいるでしょう。だから知っているとより面白い範囲を意識して解説しようと思います。まあ正直なところ、僕がいくらネタバレしたところで本編やれば感動できる作品だと信じているので、ネタバレしまくってもいいんじゃないかなとは思うんですけどね。ただできるだけ楽しんでほしいので可能な限り配慮しますよって話です。前置きが長くなりましたが、早速行ってみましょう。崩壊サードプレイヤーから見た読み。まずバージョン 2.0 段階までの読みについて崩壊サードプレイヤーがどう思っていたかというと、ライデンなの？どうなの？ライデンでしょ？です。見た目、声、装備している武器などから崩壊サードに出てくるライデンメイなんじゃないか、またはそれに関係ある存在やパラレルワールドのライデンメイじゃないかなんて思われていたわけです。実際今までも崩壊スターレールでは崩壊サードキャラが登場しています。例えばゼーレ、ブローニャ、スショウ、元凶、姫子、銀狼なんかがそうですね。幼児ちゃんに至っては崩壊サードと同一人物であることが判明しています。基本的に幼おじちゃん以外はパラレルワールドの存在で、崩壊サードのキャラとは別人です。ただ崩壊サードを知っていると印象を重ねることでよりエモく感じることができるんですね。なお羅刹に関しては正体不明すぎて崩壊サードとの関連がありそうな可能性が消しきれないのでふわふわしています。というわけで基本的に崩壊サードとは別人のライデンメイなんだろうけど、ひょっとしたらワンチャンご本人説もありえるみたいな状態だったんですよね。そこで登場してきた PV だったから熱かったんです。崩壊世界のライデンメイとは。スターレールから入ると意外かもしれませんが、崩壊シリーズにおいてライデンメイはめちゃくちゃ重要人物です。スターレールより前の作品である崩壊学園1、崩壊学園2、崩壊サードにおいて主人公チームは常に固定されていました。それがキアナ・カスラナ、ブローニャ在地区、そしてライデンメイです。つまり歴代作品の主人公格をずーっと張ってきたメインキャラ中のメインキャラなんですよ。それだけにライデンメイにスポットが当たる話はめちゃくちゃ多くて、プレイヤーたちの思い入れはものすごく大きいキャラなんですね。なので言ってみれば崩壊スターレールにライデンメイが登場するというのは、続編アニメに前作主人公が出てくるぐらい激アツ展開間違いなしの演出なんですよ。だからまずそれだけで熱い。本人だろうとパラレルな存在だろうと、崩壊サードをやっていた人間にはたまらない展開なんですね。崩壊サードの世界観と律者。さて PV を理解する上で重要な崩壊サードの世界観と律者について説明しておきましょう。崩壊サードの舞台は地球です。ただし現実の地球よりも科学技術はちょっと近未来なレベルで進んでいます。割とカジュアルに宇宙に行ったりできるくらいには進んでいますね。そんな科学技術や文明に対抗するかのように発生する謎の自然現象、それが崩壊。人類の文明がある程度まで発展すると、まるで人体からウイルスを排除する抗体のように地球から文明を排除しようと機能する現象が崩壊と呼ばれているんです。最も一般的な現象では崩壊獣と呼ばれる化け物を生み出して人類を攻撃します。また世界中に崩壊エネルギーと呼ばれるエネルギーを発生させていて、それに当てられてしまった人間はゾンビ化してしまいます。ゾンビ化した人間は崩壊獣と同様に人間を襲うようになってしまうんですね。しかし人類の中には崩壊現象に対して高い耐性を備える存在が稀に出現します。
彼女たちは常人よりもはるかに強い戦闘能力を持ち、崩壊の力を使用して戦うことができる戦士、バルキリーと呼ばれます。ライデン・メイはそんなバルキリーの一人。そして同時に律者と呼ばれる存在でもあります。律者とは崩壊に選ばれし存在。圧倒的な力を持っており、崩壊獣やゾンビなどとは比べ物になりません。単体で災害レベルの破壊をもたらすことが可能で、人類が最優先で対処すべき存在です。律者は全てで12体いるとされており、誕生する順番ごとに第1律者、第2律者といった具合にナンバリングされて区別されます。そして律者は個体ごとに固有の能力を所持していて、特定の元素や自然現象、さらには概念などを自在に操ることが可能です。律者は人間が覚醒して誕生することもあれば、ウイルスや概念のような存在が変異して誕生することもあります。そして誕生の際には非常に大きな崩壊現象を伴うことが多いため、人類にとって致命的な大災害を起こすことが多いんです。そのため律者が誕生した際の災害を総称して第1次崩壊、第2次崩壊などと呼びます。崩壊サードのオープニングで表示される第3次崩壊発生よりというのは、第3律者が誕生した際の災害発生よりという意味ですね。そしてその第3律者がライデン・メイです。ライデン・メイは通っていた高校で雷の律者として覚醒してしまい、周囲の人間をゾンビに変えてしまいました。そして自身も雷の律者に人格を乗っ取られてしまいます。しかし主人公キアナ・カスラナに助けられて自我を取り戻し、それ以降行動を共にするようになります。その後いろいろあってバルキリーの育成機関である聖フレイヤ学園へ入学することになります。また自分が周囲に危険を与えるのではと自分の死を望むライデン・メイでしたが、教師でありバルキリーでもある姫子より、ふざけるな、私は少女を殺したりしない、そんなに死にたいならお前の命は私が預かる、第三律者の力を制御できるように鍛え直してやると言われたことで心が救われ、バルキリーになるのでした。その後は自らの内側にいる第三律者、そして自分をなぜか無償に好いてくれるキアナと向き合うストーリーが主に展開されます。律者と全文明と神の鍵。さて先ほど律者は全てで12体いるとされていると言いました。なぜそんなことがわかるのでしょうか。理由は一度人類は滅ぼされているからです。実は崩壊サードの世界では5万年前に全文明が存在した設定なんですね。前の文明は12体の律者と戦い勝利を収めました。しかし最後に現れるとされている終焉の律者に人類は滅ぼされているんです。しかし残されたわずかな人々は崩壊に復讐するため、後世の人類へ勝利の火種をいくつか残しました。そして現代へと時は流れます。現代ではそれらの痕跡は遺跡であったり特別なアイテムとして継承されています。そのアイテムの代表格が神の鍵と呼ばれる超強力なアイテム。これは全文明で倒された律者のコアを使用して作られたもので、素材となっている律者と同様の力を発揮することができる性能を有しています。イメージとしては東京グールのクイーン家みたいなものですね。生体パーツを使っているので元の個体と同じ能力が扱える武器って感じです。全文明は最後の律者との戦いにおいて人工知能プロメテウス17号を律者の根源に送り込むことに成功しました。それにより次の世代、つまり現文明で現れる律者は全文明で現れた律者と同じ順番、同じ能力で現れるルールを書き込むことに成功したんです。そのため現文明で現れる律者の能力は最初から判明しており、なおかつそのナンバリングは神の鍵と同じになっています。つまり第一律者は第一の神の鍵と能力が同じで、第二律者は第二の神の鍵と能力が同じです。律者の能力については読み PV と合わせて解説した方がいいと思うので後ほど解説しますね。角の生えた少女と白髪の男。さて崩壊サード物語中盤にてライデン・メイは雷の律者の力を自分のものにすることに成功しました。雷の律者となったライデン・メイには角が生え、また瞳の色も独自の柄に変化しています。そしてその後全文明の生き残りであるケビン・カスラナの組織に加入することになるんです。ライデン・メイはケビンの案内により古の楽園と呼ばれる施設へ行き、5万年前の英雄たちから力や知識、そして思いを継承します。古の楽園は5万年前に崩壊と戦った13人の英傑の記憶が収められた場所。そこは超リアルな VR 空間のような場所で、5万年前の英傑たちも姿形を保った状態、つまり生きている人間と何ら変わりのない姿で存在しているんですね。記憶をこの施設にコピーした時の自分をそのままデータでできたクローンとして保管するようなイメージです。そこでライデン・メイは過去の英傑たちと関わり人間関係を築くことで成長するお話となっています。先ほど説明した全文明の情報や経緯が明らかになっているのは、ここでライデン・メイが過去の物語と出会ってくれたことが大きいですね。
13人の英傑たちはめちゃくちゃ魅力的なので、ぜひゲームで触れ合ってみてください。崩壊サードの大きな沼の一つです。さて、そんな魅力的な仲間たちですが、最終的にはほとんどが亡くなってしまいました。そんな中、崩壊に勝利するために後の世まで残ることになった男がいます。それが最強の戦士、ケビン。彼は仲間を本当に大切に思っていたんです。だからこそ彼は仲間の思いを組んで、絶対に今度こそ崩壊に勝たなくてはなりません。それは愛情の深さゆえに彼を縛り付け、もはや呪いのようにがんじがらめになっています。本来彼は優しい男でしたが、現在では冷酷、冷徹な言動をしているんです。そう、それはまるで白髪の鬼のような存在と言えるほどに。ケビンとメイとキアナの数奇な運命。さて、ここで少し視点を引いて崩壊シリーズ全体を見てみましょう。崩壊シリーズはある視点で見ればキアナとライデン・メイの愛の話です。そしてそれは単純な2人の話だけではなく、様々な世代や世界を飛び越えて描かれることで深みを増す構造になっています。例えば崩壊サードのさらに前の作品である崩壊学園では、キアナとライデン・メイの関係によっては世界が滅んでしまったり、その後再生した世界でもう一度出会ったりするんです。そういった輪廻とか生まれ変わりみたいな現象を通して違った出会い方、違った道を歩むことで2人の関係を多角的に描くシリーズとも言えるわけですね。ちなみに輪廻とか生まれ変わりっぽいというだけで明確な定義はされていません。わかりやすさのためにこの言い回しをしました。これは崩壊シリーズ全般に言えることですが、似たような顔、同じような声、近しい設定を持った別キャラクターが登場することがよくあります。彼ら、彼女らは似たような運命を歩みますが、決して同じではありません。見ている私たちが印象を重ねて、その共通する部分や違う部分に思いを馳せられるようになっているだけです。個人的にはこのニュアンスがとても大切だと思っています。このキャラの正体は〇〇と確定させてしまうと、他の可能性が全て消失するため、ある意味エモさを感じるための余白がなくなってしまうんです。可能性は可能性のまま確定させずに放置する感じですね。これによって崩壊シリーズにおける似た役割のキャラクターたちは様々な解釈をすることができ、深みが出ています。結局、ヨミって崩壊サードのライデン・メイなのって質問をいただくことがありますが、回答としては 99% 違う。でも 1% くらいそうかもしれないです。おそらく今後も少なくともしばらくの間は正体が確定するようなことはないでしょう。他の似たキャラについても同様です。はっきりしないことに決まりの悪さを覚える人もいると思いますが、はっきりさせないことで楽しめる側面があることを知ると面白くなると思います。よかったら参考にしてみてください。さて、キアナとライデン・メイの話に戻りましょう。崩壊学園に続き、崩壊サードもキアナとライデン・メイの運命を描く作品です。ホヨバースという世界観の中で違う個体としてですが、2人は何度も出会い、惹かれ合い、そしてぶつかったり、結ばれたり、すれ違ったりする。そこにエモさや熱さがある作品なんですね。そして崩壊サードの作中だけでも2人の役割を持つキャラクターが2度出会っています。1組は本作主人公のキアナ・カスラナとライデン・メイです。そしてもう1組が今は滅んでしまった前の文明にいたケビン・カスラナとメイ博士です。先ほど登場したケビンと同一人物ですね。ケビン・カスラナとメイ博士の関係。ここで少しケビンとメイについて説明しておきましょう。全文明のとある高校。ケビンは超絶イケメンなのでめちゃくちゃモテていましたが、全く誰にも振り向きませんでした。彼には一途に心に決めた相手がいたんです。それがメイ。メイは一言で言えば超天才です。学生時代から論文を発表したり、それによって専門家から一目置かれるほどの頭脳を有していました。ケビンはそんな彼女に惚れ込んでいたんですね。ところがその頃、世界では徐々に崩壊現象が活発になってきていたんです。メイはその頭脳を買われ、崩壊と戦う組織へスカウトされます。そしてその後を追ってケビンも同じ組織へ加入するのでした。しかし崩壊による被害はどんどんひどくなっていきます。徐々に通常兵器では歯が立たないくらい強力になってくる敵を前に新たな技術が考案されます。それが融合戦士。崩壊獣の因子を人間に取り込むことで圧倒的な強さを手に入れる方法です。この計画はメイによって考案されたものでした。そしてケビンは彼女の思いを支えるために被験者に名乗り出ます。結果、彼は圧倒的な強さと不老の体を手に入れました。しかし代償として彼は常時マイナス30度の体温を得てしまったのです。つまりもうメイと触れ合うことはできません。その後ケビンとメイは苛烈になっていく崩壊との戦いを生き抜きました。なおこの時に一緒に戦っていた仲間が13人の英傑たちですね。そして最後の終焉の律者との戦いで人類は敗れました。
終焉の律者と戦ったケビンはどうにか一度メイの元へ帰ることができましたが、メイはこれまでに受けた崩壊の侵食によって亡くなっていたんです。しかしメイはケビンに2つのものを残していました。一つは2人の DNA を合わせて誕生した赤ん坊、そして成婚計画です。この赤ん坊はケビンのカスラナの姓を受け継ぐ人類の祖となり、その血筋は主人公キアナ・カスラナへと続きます。そしてゲーム中でもキャラクターを強化したりする際に登場する成婚はメイが崩壊に勝つために残した忘れがたみとも言えます。ケビンはこの成婚計画に執着しており、その気持ちの強さはメイへの愛情や仲間への思いに比例したものとなっているんですね。そんな彼が5万年の時を超えてライデン・メイと会うというのは非常にエモいですよね。そして古の楽園という仮想現実の空間で13人の英傑たちと関わることで、ライデン・メイは全文明の英雄たちの思いや力を継承することになります。最終的に人類を助けるための方法についてそれぞれの思いがぶつかって、ライデン・メイとケビンも戦うことになったりしますが、この成り行きと結末はマジで感動できるので、ぜひゲーム本編で体験してみてくださいね。読み PV の熱いところ。さて、ここまで分かったところで読み PV を紐解いていきましょう。まず冒頭の一言。出雲が刀を作る理由を覚えているか。これです。この声、実はケビンと同じ日野聡さんの声なんですね。概要欄を見ると白髪鬼と書かれています。ケビンも白髪ですから、もうこの一言だけで崩壊サードをプレイしていた人はたまらんわけです。まさかケビンなのってなっているんですね。そしてさらに続きます。遠い昔、八百万の神が降臨し、人々を害したからだ。世を救うため、出雲は折れた剣7万33本を持ってヨモリの刀12振りを作った。これは崩壊が地球に訪れた現象と近い表現になっていますね。さらにその後登場する刀が律者の設定をなぞったものとなっているんです。動画概要欄ではそれぞれの名前と能力を見ることができます。それぞれ見ていきましょう。その1、まこと。紡がりの神のむくろで作られ、人に断りを見せ、奇跡を再構築する。これは第一律者及び第一の神の鍵と能力が重ねられています。第一律者は断りの律者と呼ばれていて、物の構造を理解し再構築して生み出すことが可能。また人類に味方する律者の側面があり、知識や知恵に長ける特徴を持ちます。また進化系として真理の律者がいたり、第一の神の鍵の名前は虚空万象と言います。このあたりのワードを文章に組み込んでいるあたりも憎いですね。また剣のカラーリングも断りの律者に近いものになっていて、さらに貫かれている敵は断りの律者が覚醒する時の敵であるトラロックに似たデザインにもなっています。ここだけでもネタの密度が高い。切られている神様の名前のつむがりとはつむがりの太刀で有名。草薙の剣の別名でヤマタノオロチの尻尾から出てきた剣ですね。その2、天。雨の常立ちの御事のむくろで作られ、魔月の神々が通り抜けられない壁を築く。これは第二律者及び第二の神の鍵と能力が近いですね。第二律者は空の律者と呼ばれていて、空間操作能力があります。画面に描かれているエフェクトが第二律者の能力エフェクトに酷似したデザインになっていて、これもいいですね。剣そのもののカラーリングも空の律者をイメージさせるものになっています。ちなみに神の鍵は旋回一条という名前で、列車型の巨大アイテムとなっています。一説によると請求列車と関係あるかもみたいな話になっていますね。なお切られた神様は雨の常立ちの神。古事記でも最初にちょろっとしか出てこない謎大きい神です。ただめちゃくちゃ偉くて天の永続性を支える神様らしいです。最初の方の神様にありがちな概念系神様ですね。その3、明。稲光を呼び空を裂き、雷霆で天罰を下す。これは第三律者、雷の律者、つまりライデン・メイと能力が被せてありますね。名前が鳴ると書いてメイと読ませるところも狙ってる感じがします。さらに倒されている敵が大蛇か竜のような見た目をしているので、原神のオロバシに印象を重ねさせている感じもありますね。ライデン将軍に切られた蛇の神様です。切られた神様の竹三日槌は雷神であり、刀の神様でもあります。
古事記の中でも明確に武力が高い描写があり、そのため必勝祈願などで祀られることもありますね。その世嵐、風雨を荒れ狂わせ大地を砕く。これは第4律者、風の律者と能力が重ねられています。崩壊サードではウェンディと呼ばれる少女が風の律者として覚醒します。デザインやカラーリングも彼女にとても近いですね。また能力ですが、風で大地を砕きといった部分は聖地能力を表しています。第4の神の鍵は人工衛星型テラフォーミング装置として機能しているんです。地球の地形を整えるために使われていたようですね。また第4律者のウェンディは原神の風神ウェンティの元ネタとされています。ウェンティも風の力を使ってモンドを整地したとされているので、この辺りも重ねてきていますね。実は結構原神ネタも多いんですよ、この PV。 切られた神様はシナツヒコ、風の神様ですね。その後、そうすぐには消えない塔。これは第5律者、氷の律者と重なっています。ただしどちらかというと全文明の13英傑の一人、桜に近い印象となっていますね。桜は氷の剣を扱う剣士であり、その名の通り桜の木がよくモチーフとして描かれます。この剣も桜が扱う剣と非常に似ているので、モチーフは桜と言っていいでしょうね。切られている神様は雨の冬絹の神、衣類の神様ですが、神様の中で唯一冬の文字が入る神様。その6、命流転する生と死。これは第6律者、死の律者と重なっていますね。厳密に言うとちょっと違う経緯の律者なんですが、同じような能力を持った存在に死生の律者がいます。どちらかというと死生の律者に重ねてある感じです。というのも死生の律者は鹿を連れていたり2人で1組という意味合いがとても重要な存在なので、もろに死生の律者を意識した内容になっていますね。切られた神様は岩永姫、長生きの神様です。ニニギという太陽の神様であるアマテラス大神の子孫であり、天皇のご先祖でもある神様がいるんですが、彼に嫁として差し出された姉妹の片方です。この花の咲夜姫という美女と姉妹なのですが、岩永姫は不細工だったために迎え入れられませんでした。ところが2人が差し出されたことには意味があり、子孫が華やかになるように祈りが込められたこの花の咲夜姫と、岩のように長生きできるよう祈りが込められた岩永姫の2人をセットで迎えることが大切だったんです。しかしニニギは岩永姫を受け入れなかったため、人間の寿命が定まってしまったというお話です。非常に設定とマッチしていていいですね。そして列、角、礎、線、足、色。細切れになってしまうので一旦流しましたが、こちらも一振りずつ見ていきましょう。7振り目は列。これは第7律者、炎の律者と重ねられていますね。ただしこちらも律者というよりは13英傑の1000号に近い印象になっています。炎をまとった非常に強い戦士で、全てを燃やし尽くす力を持っています。剣のデザインも1000号に近いカラーリング、めっちゃかっこいい。切られた神様は家具土、炎の神様ですね。ゲームや漫画によく登場するので知っている人も多いんじゃないでしょうか。8振り目は核。これは第8律者である四季の律者および13英傑の数と重ねてありますね。四季の律者は精神を操る能力を持っており、幻覚を見せたり認知を変えたりすることができます。また13英傑の数は精神感知型の能力を持っており、四季の律者よりは小規模ですが似たようなことが可能です。なお、スーは第2の神の鍵を所有しており、その能力を使用してあらゆるパラレルワールドの様子を観察していました。パラレルワールドの中に崩壊に勝つためのヒントがあるかもしれないからですね。そういった様子と説明文が重ねてあるので、おそらくスーがモチーフでしょう。カラーリングも近いイメージとなっていますし、スーは格者とも呼ばれています。切られた神様は重い金、知恵の神様として有名ですね。アマテラス大神が雨の岩戸という洞窟に引きこもってしまう有名なエピソードがあるんですが、その時に解決策を授けた頭のいい神様です。9振り目は礎。これは第9律者、岩の律者および星の律者と重ねられています。呼び方が全文明と原文明で変化した珍しい律者です。こちらに関しては第9の神の鍵、エデンの星の方が有名かもしれませんね。スターレイルでもおなじみ、ヨウおじちゃんが使っている神の鍵です。重力を操ることができる能力で、全文明では岩の律者によってムー大陸が消失した設定になっています。説明文はそことかぶせてある感じがありますね。切られた神様は大山積、名前の通り山の神様です。10振り目は千。これは第10律者、支配の律者と重ねられています。
別名千人律者と呼ばれていて、その名の通り1000人いるんです。絶望した人の心に侵入して律者に変えてしまう能力で非常に厄介な存在です。一人ずつはそこまで強くないのですが、とにかく数が多く増殖し続けるところが強い律者です。切られた神様は結構大物でオホーナムジ、大国主の命の別名ですね。古事記は日本の建国神話みたいなもので、キリスト教でいうところの創世記みたいなものです。こうして世界が作られましたよ。海ができて川ができて空があって、そして神様ってこうやって国を作って最後に私たち人類がいるんですよっていうのを伝える物語です。その中でも割と主役っぽいポジションにいる神の一柱ですね。日本の元になる芦原の中津国という場所を切り開いた神様で、その過程で稲葉の白うさぎなどの有名な逸話をたくさん残しています。先ほど紹介したニニギが神の国である高間ヶ原からやってきて、出雲にてニニギへと国を譲ったとされているんですね。この辺りは古事記でも結構謎が多い部分で解釈が何通りもあります。ただ黄泉の話には出雲や高間ヶ原といったワードがかなり出てくるので、興味がある人は大国主の国譲りや天孫降臨といった箇所を読むと面白いかもしれません。11振り目は即。これは第11律者、約束の律者と重ねられていますね。ちょっと特別な律者で周りのエネルギーを全て無効化してしまう特性があります。神の鍵は制約の十字架。文字通り十字架のデザインをしており、崩壊シリーズでも活躍頻度が高い武器ですね。おそらく説明文は制約の十字架の元所有者であるカレン・カスラナが自身の正義を貫いて亡くなったことなどから引っ張っているような気がします。デザインも十字部分から鎖が出ていて意識されている雰囲気がありますね。切られた神様はクナドの神。災いから人々を守る神様で、村の境界線などから厄災が内部に侵入するのを防いだりします。12振り目は食。これは第12律者、神職の律者にかぶせてありますね。自我を持つ究極のウイルスが正体の律者で、生物だろうとコンピュータだろうと侵食可能。全文明ではこの能力を使って核ミサイルを発射し、人類を3万人まで減らしました。また原文明でもかなり大暴れした存在で、説明文にある通り常世を朽ち果てさせる性質は十分にあると言える存在。切られた神様はヤソマガツ火の神、厄災をもたらす神様で、イザナギという神様が黄泉の国から帰ってきた際に黄泉の国でついた汚れを落としたことで、その汚れから生まれたとされる神様。12振りの刀を使い、私たちは明日への期待を胸に勝利を収めていった。それら全てが折れるまで、勝利の代価はこの世の全て、そして最後にはその全ても底を尽きた。出雲は折れた12振りの刀で容易の刀2振りを作った。始まりと終わり。律者は全部で12体と言いましたが、実は例外的な律者が存在します。それが起源の律者と終焉の律者です。起源の律者は全ての始まりの存在で、崩壊サードではある人物から力を引き継いだライデンメイが最終的に到達します。終焉の律者はケビン・カスラナやキアナ・カスラナがそれぞれ違う方法で到達する姿で、その過程においては全ての律者の力を受け継ぐ描写があります。つまり12本の刀が折られて、そこから始まりと終わりが作られる構造は起源の律者と終焉の律者に似ていると言えるでしょう。7万47振りの中で出雲を救えるのは一振りだけだが、君も僕も知っていた。そんな救いはなく、明日など存在しないと。人類は神々に抗い、ついには自らを悪鬼へと変えた。全てをかけながら僕たちが手にしたのは2つの世界の破滅だ。あの神が落ちた高間ヶ原も昔は出雲のように美しい場所だったのだろう。崩壊サードでは起源の律者と終焉の律者は最終的に手を取り合ってハッピーエンドを迎えますが、黄泉の世界では違ったようですね。この描写も崩壊サードをやっていると色々想像させられてしまうわけです。ただいずれもはっきりした答えは出てません。このあたりの匂わせ具合が本当に上手ですよね。鬼に落ちた黄泉に角が生えている姿もかなりライデンメイを思い出させます。早く過去が知りたいところ。
またケビンと共に崩壊と戦ったという観点からライデン・メイではなくメイ博士の方の側面が強い可能性もあったりと、様々な重ね合わせが考えられる素晴らしい PV だと思います。それで出雲が刀を作る理由は覚えているか？一つの嘘と存在しない終点のため、私たちはとうにその影に足を踏み入れた。もう後戻りができない。最後の刀が作られる。その名はこの世が露のように儚いとしても、それでも一つの嘘と存在しない終点のためから後の部分は崩壊サードをやっている人でもわからない部分なので、今後の展開待ちです。ほんとアプデが毎回楽しみすぎますね。崩壊世界の歌姫。最後に BGM についても触れておきましょう。かなりアレンジされていて分かりにくいですが、読み PV の BGM は崩壊世界の歌姫という曲のアレンジ版である可能性が高いです。メロディーラインが似ているんですよ。この曲はライデンメイが雷の律者に覚醒する時に流れた曲なので、ライデンメイのテーマみたいに扱われている曲ですね。実はこの曲自体何度もアレンジされていて、本当のオリジナルは初音ミク版だったりします。崩壊学園時代から何度も使われているシリーズを通して愛される名曲ですね。まとめいかがだったでしょうか。この短い PV の中にこれでもかというくらい崩壊シリーズのネタを詰め込んだ構成となっていて、シリーズファンにはたまらない PV だったわけです。とはいえシリーズをプレイしていない人にもわかるくらいかっこいい作りになっていて、マジで脱帽な作品でした。ヨミはこれからもストーリーで大活躍してくれるでしょうから楽しみですよね。おそらくこれからも崩壊サードや学園のネタが含まれるキャラやストーリーが出てくると思うので、もし今回の動画で興味を持ったらぜひ過去作品も触れてみてくださいね。楽しみ方が増えてシンプルに充実します。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また不定期に解説動画などを上げていますので、通知マークをつけていただけると見落としがないかと思います。というわけで今回の情報もあなたが崩壊シリーズを楽しむための一助として参考まで。